素人でもここだけ気をつけていれば焼きたてを楽しみます。こってりが苦手な方にはこちら、私には多すぎました。合うのでおすすめです。朝食を作ります。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。刺身用マダイ柵 100g あたり508円で2484円。メルマガ掲載品です。愛媛県産です。一番少ないパックを選んできました。加工日は今日、消費期限は明日です。お手軽にカルパッチョにすることが多いのですが、今回はお寿司にしました。皮目は上向き、膨らんだ方を奥側にしてまな板に乗せます。包丁を斜めに入れてそぎ切りにしますが、筋の向きに気をつけます。これは失敗例です。間違えてしまっても包丁の向きを変えてリカバリーすればいいだけのことです。最初に切った左側よりも右側の方がお寿司に向いています。素人でもここだけ気をつけていれば見栄えよく握れます。ちょっと硬い余分なところは切り落としました。柳刃は持っていないので牛刀で切ってます。握った時に皮が右側に来るように握ります。左側でも構いませんのでどちらかに揃えましょう。わさびをつけて利き手でシャリを軽く丸めてから乗せます。真ん中を押し付けてから形を整えます。余ったシャリでかっぱ巻きも作りました。寿司ネタ分を確保できたらお寿司に向かない尻尾の方はわざと大きく残してムニエルかポワレにします。クレイジーソルトをかけて小麦粉をまぶします。バターで焼いてポン酢をかけました。捨て柵など半端な部分はフリッターにしてお弁当に入れました。カレー味しっかりで美味しいです。雪印避けるチーズプレーン 50g が12個1798円から430円オフです。メルマガ掲載品です。1本あたりは57円。製造は北海道、賞味期限は9月8日です。約2ヶ月です。意外に短いですね。ドリンク用のケースに立てて入れました。1本ずつの切り取りは食べる人にやってもらいます。もきゅもきゅっとした食感が苦手なんですけれども、家族には人気です。爪に入るのも苦手なのでフォークの先で引っ掛けて裂いてます。 TikTok で流行った鮭チー焼きです。焼くと伸びるのが楽しいですね。冷めると伸びないので焼きたてを楽しみます。フリッターにしてお弁当にもおすすめです。プリマハムロース生ハム 120g が3パック878円から190円オフは7月2日までです。メルマガ掲載品です。1パックあたりは 229.3 円。1パックには12枚から13枚入っています。製造は北海道。賞味期限は7月28日です。約1ヶ月です。生ハムはフルーツにも合います。みかんと避けるチーズを入れて巻きます。ブラックペッパーとオリーブオイルをかけます。プルコギビーフ 100g あたり188円で3442円。そこから400円オフです。メルマガ掲載品です。一番少ないパックを選んできました。牛肉はカナダ産です。試食できたのはラッキーでしたが、筋があって硬かったです。加工日は昨日、消費期限は明日です。玉ねぎも入った味付け肉の上にごまと青ネギがたっぷりとかかっています。すぐに使う分と冷凍する分を取り分けます。炒めてうどんにのっけて肉うどんにするのもありですけれども、夏はそうめんにも。茹でて冷水で締めたそうめんにごま油を絡めます。お皿に取り分けます。炒めたプルコギと
パプリカ、茹でたオクラをのせます。お好みでラー油。これはいただき物のベトナムラー油です。コストコで買った時は3本セットだったので使い切るのが大変でした。パンチが強めなのでかけすぎに注意です。かけすぎました。仕上げにプルコギのタレもかけます。唇がギトギトになるそうめんですけれども食べ応えがあります。肉じゃがなどの煮物にも使えます。今回はナスと煮ました。小さめのナス3本を縦6分の1に切ります。ごま油を塗った鍋に並べます。その上にプルコギビーフ、お水とだしパックを入れます。だしパックを水に浸るように入れて火をつけます。蓋をして中火。沸騰したら火を弱めて4分煮込みます。だしパックを周りのアクを巻き取りつつ取り出します。味見をして塩や醤油などで整えますが、今回のは何も入れてません。ギトギトこってりが苦手な方にはこちらのレシピがおすすめです。バルバッコアフェイジョアーダコストコ限定パッケージ1988円です。ブラジルの豆シチューだそうですが、国内製造です。賞味期限は8月16日です。冷蔵庫で約1ヶ月半です。2回分のセットとお店の割引券が入っています。お店は東京と大阪にしかないみたいです。パッケージに従って湯煎かレンジで加熱します。お手軽なレンジにしました。かなり熱くなっているので気をつけつつ開けます。ご飯を添えるとのことなので大紬ご飯にしました。シャバシャバしたシチューなので液体だけが先に出てきます。具をスプーンで取り分けました。黒いんげん豆がたっぷりで色的にはぜんざいっぽいですが、香りは燻製です。キャッサバ粉をかけます。玉ねぎ、にんにく、パプリカ、パセリ、ネギなどが入ったハーブスパイスミックスです。人参とパプリカとアーモンドの酢漬けを添えました。ローリエは食べないので避けます。輪切りのソーセージとイカのようなものは豚の皮です。四角いのは塩漬けビーフです。とてもスモーキーでスパイスは辛くはないですがピリリとするくらい効いています。うちの娘には無理なお味ですが美味しいです。1袋2人で分けたので1人分は314キロカロリー。ただ私には多すぎました。癖が強いのでカレーのようにがっつりとは食べられなかったです。パパは気に入ったようで私が残した分も食べてくれました。たまには良いかもですけれどもリピはしないと思います。まだあと1回分もありますしね。アイリッシュスコーン18個入り1180円です。くるみとドライデーツが入ったスコーンです。1個あたりは 65.5 円。加工日は昨日、消費期限はあさってです。重さはバラバラですが 60g くらいです。1個あたりは225キロカロリーです。デーツはレーズンに似ていますが酸味がなく干し柿に似た味なのでスコーンも甘く感じます。さらにメープルシロップまでかけて甘さプラスですけれども合うのでおすすめです。ドリンクがないともさもさして食べづらいですよね。アイスティーに冷凍したオレンジを入れたフルーツティーです。ウォールナッツカレンツブレッド698円から150円オフです。メルマが掲載品です。加工日は昨日、消費期限は明日です。気に入ってるパンなので焼きたてでしたら2袋買いたかったです。朝食を作ります。丸いオムレツはマイブームの四つ穴フライパンで焼いてます。冷凍しておいた炒め玉ねぎと舞茸、茹でたオクラを入れて火をつけます。シュレッドチーズとスパイスを入れた溶き卵を流し入れます。弱火で蓋をして焼き上げました。このフライパン、目玉焼きや今川焼きがきれいにできるのでおすすめです。朝食のメニューはオムレツ、生ハムのサラダ、カットフルーツ、ウォールナッツカレンツブレッドです。今週の酒はサントリートリプル生です。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ありません。淡麗ですっきりしてるからお寿司とも合います。
メニューはマダイの握り、避けるチーズとみかんの生ハム巻き、かっぱ巻き、サンゴールドキーウィとネクタリンです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。